皆様こんにちは。ジオラマ制作担当のアトリエ森地です。前回は性能周りの工作を実施しました。今回はその工作過程で駅舎の側壁の配管が気になってきまして、もう少しかっこよくできるんじゃないかなと考え、今回はその配管を交換する工作を実施します。ご覧の画像は変更前の駅舎の側壁になります。個人的に気になっているのが、この黒の配管が折れ曲がる R の部分と、こちらの白の配管の R の処理です。どちらも工作の簡易性を考えてプラの丸棒を使用しましたので、黒の配管は不自然な R になり、白の配管は曲げた時に折れてしまい、接着したものをやすったので仕上がりが粗雑になっていました。赤くマークした雨どい以外の配管全てを一度作り直してみて、その仕上がりが今より良ければ交換しちゃおうというなんとも絶妙なノリで工作を始めました。あくまでも個人的な意見なのですが、出来栄えは関係なく制作者が最善を尽くしたと胸を張れない作品ってやっぱり雰囲気でわかると言いますか、迫力が欠けると感じていまして、この配管が曲がる部分どうしても納得いかなくって、実はこの赤い部分を駅舎の完成後に一旦切除して修繕した上で再び接着をしていました。そのためこの画像は以前紹介しました駅舎完成編とは配管が微妙に変わっています。それでもやっぱり変更したいので、今回はこの角の R の改善に重点を置いて工作を進めてまいります。三船スタジオの三船さんからすっごく使える素材をご紹介いただきました。トレジャータウンさんの汎用手すりです。今回は 0.8mm と 1.5mm を使用します。お友達のヤシガニくんさんから配管止めをつけた方がいいんじゃないかとご助言をいただき、もともと技術的な面で配管止めの再現を見送っていたのですが、この素材を使えばその問題もクリアできるかもという淡い期待を持って工作を始めました。お二人ともありがとうございました。早速ですが 0.3mm のピアノ線を使用して配線を作りました。配線を建物に固定するための下地板を 0.3mm 厚のプラ板から切り出して、それらを塗装しました。下地板に瞬間接着剤を塗布して配管を接着しました。黒く塗装した 0.8mm 幅の手すりを切り出します。言うのも簡単なんですけど、作業するのもものすごい細かかったです。皆様見えますでしょうか。切り出した手すり、これを接着します。接着剤を配管に直接つけようとしたんですが、悲劇が起きそうでしたので一旦作業をやめました。壊れて処分したエアブラシから針だけは使うと思って取ってありましたので、その先端に瞬間接着剤を塗布して、これを配管の上につけることにしました。切り出した手すり細かいんですけど、一旦手につけてこの指の先からピンセットでつまみます。この作業も本当に細かくって、手掛けを飛ばしてしまったりなくしてしまったりもありました。うまく乗ったので配管の上に乗せます。配管の上に乗せたら今度はピンセットやカッターを使って角度、そして位置、そしてかかり方などを調整しました。これが本当に細かい作業でした。ものすごく時間がかかったのと、何度もやり直したのと、次の日に気づいたら取れてなくなっていたなんてこともありましたので、この作業は何日間かにかけて作業を続けました。非常に細かい作業です。このように接着していきます。ちなみにここまでで1日がかりでした。作業を終えたら壁面に接着します。なお黒い配管にも配管止めをつけました。こちらは 1.5mm 幅の手すりを使用しました。この手すり、ケーブルトラフの点検蓋にも使用できるので、一緒に点検蓋を製作しました。プラ板で製作した点検蓋を交換しました。立体感が出て非常にいい感じです。この後手すりが取れまして、何度も作り直しています。線路の間にあるケーブルトラフから配線は線路をくぐり駅舎の外壁に伸びます。この R の表現を変更したかったので、本当にやり直してよかったです。また配線には配管止めを再現したので、以前よりもぐっと引き締まってくれました。機械箱も新規に作り直しました。現地にはない模型アレンジの黒の謎配管も配管止めをつけましたので、ぐっと引き締まってくれました。
線路の中央部にある点検蓋からは西側にもケーブルトラフが伸びていました。模型ではこのエリアは電車の撮影を考慮してホームの位置、周辺機器の配置をアレンジしようとしていますので、ご覧のようにケーブルトラフの長さをアレンジしました。線路の西側の点検蓋は複数ありましたので、それらの位置、数を適当にアレンジして賑やかになるように設置しました。点検蓋の手掛けが立体的になりましたので、ちょっとワクワクしています。今回の工作はここまでです。次回は下水管の再現をお届けします。ここまでご覧いただきまして誠にありがとうございました。次回もお会いできることを楽しみにしております。さようなら。